いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。本日は少し視点を変えまして、私、アオリイカが皆様にお話をさせていただきます。エギングを愛する皆様にとって日々悩まれることの一つにエギの色選びがあるかと思います。赤がいいのか、ピンクか、それともナチュラル系か、その選択は私たちイカの気持ち一つに左右されることもあるとお聞きしています。ですが、私たちアオリイカがどのように色を見て何を感じているのか、本日はそのアオリイカ側の視点を少しだけご紹介させていただきたいと思います。どうぞ最後までゆったりとお付き合いください。本日の結論です。色は気を引く入り口、最終判断は信頼できる動きによって決まる。本日の目次です。私たちの目に映る色の世界。色だけじゃない動きというもう一つの判断材料。朝、昼、夕で変わる色の見え方と好み。触ったのに乗らない、それには理由があります。抱きつく、その瞬間に決まる最終判断。それでは順に見ていきましょう。私たちの目に映る色の世界。まずは私たちアオリイカがどのような視覚を持っているか少しだけお話しさせてください。私たちの目は非常に優れた構造を持っています。明暗の変化、光の揺らぎ、そして背景とのコントラストにはとても敏感に反応します。しかし人間の皆様とは異なり、色そのものに対する認識は少々異なっています。特に赤やオレンジといった暖色系の波長は私たちにはあまりはっきりとは見えていません。その一方で青や緑といった寒色系には非常に高い感度を持っています。ですから私たちはこの色が好きというよりも水の中での見え方や印象によってある色に惹かれたり逆に警戒心を持ったりするのです。赤が見えていないのに赤いエギで釣れる。そんな矛盾に見える現象も水中で赤が黒っぽく見え輪郭がくっきりと映ることが私たちの注意を引いているのかもしれません。色だけじゃない動きというもう一つの判断材料。色に注目が集まりがちですが、私たちが強く意識しているのは実は動きです。水中を漂うエギの姿勢、フォールのスピード、ステイ中の揺れ、それらがあまりにも自然であれば、これは本当に生き物かもしれないと感じ、思わず近づいてしまいます。逆に動きがぎこちなかったり、不自然な動きであったりすると、私たちはすぐに違和感を覚えてしまい、距離を取ってしまいます。エギのカラーはあくまできっかけ。本当に私たちの気持ちを引き寄せるのは、その色に命を吹き込むような動きと存在感なのです。朝、昼、夕で変わる色の見え方と好み。私たちの感じ方は時間帯によっても大きく変化します。それぞれの時間帯にはそれに合った見えやすい色や心惹かれる動きが存在します。朝まずめ。太陽が昇り始め、まだ水中が暗がりに包まれている時間。この時は輪郭がくっきりと映るシルエット系の色が目に留まりやすくなります。オリーブやブラウン、金テープなど自然に馴染みつつしっかり存在感を持つ色合いが好ましく感じられます。日中。太陽が高く昇り、水中が明るくクリアな時間帯です。この時間は派手な色合いよりも透明感や水なじみのいいカラーに惹かれる傾向があります。マーブル系、パール系、透けるようなナチュラルカラーが特に印象的です。夕間詰め。日が傾き、海が赤みを帯びてくる時間帯。この時間は逆光になることも多く、白やパール系の色がまるで光をまとったかのように浮かび上がって見えます。一方で赤系は光に溶け込んでしまい目立たなくなることもあるため、選び方には工夫が必要かもしれません。触ったのに乗らない、それには理由があります。エギに触れてきたのになぜかからないのか、そう感じたことはございませんか？それはまさに私たちが様子見をしている瞬間なのです。私たちはエギを見て興味を持ったとき、まずはそっと近づきます。そしてこれが何者なのかを確かめるために触れてみるのです。ですが、それが本物の獲物だと確信できない場合、
すぐにその場を離れてしまうこともあります。つまり、触れたからといって必ずしも食べようと思っているわけではないのです。この間をどのように埋めるかが釣り人の皆様の技術と工夫の見せ所なのでしょう。抱きつくその瞬間に決まる最終判断。最終的に私たちが抱くという行動に至るとき、そこには色でも動きでもない信頼感が存在しています。その餌木が水中で放つ気配、静かに漂う姿、そして自然な呼吸のような揺れ、それらがすべて調和し、私たちの本能にこれは本物だと語りかけたとき、ようやく私たちはその一瞬を委ねるのです。逆に言えば、どんなに魅力的な色であっても、ぎこちない操作や急な動きがあれば、すぐにこれは危険だと判断し、逃げ出してしまいます。つまり、色は最初の一歩を踏み出させるための入り口であり、最終的に心を動かすのは、その全体から伝わる気配なのです。ここまで見ていただいたお礼に、つい抱きついてしまう餌木の動きベスト3を紹介します。第3位、ふわりと浮かび上がる逃げる素振りに心が焦るのです。ノーテンションのふわ浮き、もうあれはずるいと思うのです。ふわりとゆっくり水中を上へ上へ、まるで気づかれないうちに立ち去りますね、と言わんばかりの背中。ちょっと待って、どこへ行くの？もう少しだけそばに。そう思った時にはもう体が動いています。本当に逃げてしまいそうなそのスピードではなく、まだ追いつけるかもしれないという絶妙な浮上が私たちの本能をくすぐるのです。今しかないと思って抱きついてしまう。その一瞬をまるで見透かしたかのような動きにいつもやられてしまいます。第2位、動いたかと思えばピタリと止まる。その間に惹かれます。ダート後のピタッとステイ。時折見かけるのです。少しだけ横に跳ねたと思えばすぐにピタッと止まり、水中に凪が訪れる。あの緩急、それが私たちにはたまらなく魅力的に映るのです。今のは何だったのかな？動いたと思ったのに止まってる。そんな風に思ってしまったが最後、私たちは思わず近づいてしまいます。少しだけ触れてみたくなる、確認したくなる。まるでこちらの注意を引くためにわざと演じているかのようなその間、あれには本当に心を奪われます。第1位、そっと沈むあの水平フォール。ナチュラルフォール。正直に言うと、私たちが最も心を動かされる瞬間は、何の気配もなく、スーッと沈んでいく姿を見たときです。餌木が水中で水平を保ちながら、まるで小魚が疲れて力を抜いたように静かに落ちていく。その姿に、つい、これは生きているものでは、と心がざわつくのです。音もなく、抵抗もなく、ただそこにあるだけという自然な沈み方をされると、疑う余地もなく、私たちは本気で信じてしまいます。これは食べられるものだと。動きは心を動かす言葉のようなもの。私たちが餌木に心を奪われるのは決して色だけではございません。むしろその色に命を与える動きこそが私たちを引きつける力なのです。漂うように沈むその静けさ。ハッとする動きの後に訪れる沈黙。逃げるようでいてまだ手が届きそうな希望。それらはすべて言葉なき会話のようなものです。もしあなたが私たちアオリイカの心に届く釣りをしたいと願われるのであれば、ぜひ動きに思いを込めてみてください。きっと私たちはその誠意を感じ取り、その餌木にそっと、でも確かに抱きつくことでしょう。いかがだったでしょうか？私たちアオリイカもまた感覚を研ぎ澄ませながら日々の海の中を生きております。どうかこれからもその一つ一つの選択に丁寧な気持ちを込めていただければ幸いです。次に海でお会いするその時、あなたが投げた餌木が私たちの目にどう映るのか、その一瞬を私たちは心待ちにしております。この動画がいいなと思われましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。